海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットが1日700円でデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。ということでスワンナプーム国際空港到着しました。でこれからですねタイを、出国しまして、移動していきます。で行き先なんですけど、今日は韓国に移動しようと思っております。乗る航空会社がキャセイパシフィック航空香港経由で韓国に移動という感じになっておりまして、以前私の誕生日の時だったかな、7月に、韓国発券で、バンコク行きのキャセイパシフィックのビジネスクラス9万8000円だったかな、往復で10万円以下、片道5万円以下で取れましたっていうね、ちょっと安いチケットの、帰りの分を今日使っていくという動画になります。なんで前回ですね、2ヶ月か3ヶ月前ぐらいにアップした動画の、戻りの、チケットっていう感じで見ていただければと思います。香港経由で韓国っていうね、ちょっと短い区間の乗り継ぎなんですけど、ビジネスクラスということで、はい、楽しんでね戻っていこうかなと思います。それで今の時間が朝の4時半29分かな。でこのフライトの出発が、朝の8時かな、それぐらいになっておりますので、今出発3時間半前ぐらいで5時からチェックインカウンター開くと思いますんで、チェックインしてとりあえず行きましょうか。今回はタイにね合計で1週間ぐらいいたかな。もう早々に帰っちゃいますけど、でこの後ね韓国も乗り継ぎなんですよね。その後日本に帰るんですけど、それはまた違う動画でお届けしようと思ってますので、この朝の時間日系のエアラインもあるんで日本人が多いですね。確か前回乗った時に機内食を特別機内食にしてた気がします。低糖質の糖尿病の人が食べれる食事をオーダーしましたが、今回はノーマルメニューで何も変更しておりませんので、純粋なキャセイパシフィックのビジネスクラスの食事が出てくると思います。今ね朝のまだ4時台でかなり眠いんですけど、ビジネスクラスなんでねかなり快適に行けると思いますけど、はい、こちらの S カウンターですね。キャセイパシフィックもうやってました。チェックインしちゃいましょう。ということでチェックインの完了いたしました。香港までと香港からインチョンまで、あとラウンジチケットとかなんか山盛りくれました。はい、チェックイン作業は全て終わりました。もう1分ぐらいで何も質問もなく終わったんですけど、前回7月にアップした動画の中でも多分説明してると思うんですけど、キャセイパシフィック航空乗るときにマイルをね紐付ける、時にアラスカ航空のねマイレージが一番いいよっていう話をね以前旅熊さんに教えてもらってですね、そう JAL マイルもつけることができるんですかね、ワンワールド系であれば。アラスカすごいんですよ。
キャセイパシフィックのビジネスに乗ると 225% 付与なんですよね。こんな安いチケットで韓国とバンコクをね往復するだけで1万マイル以上確かもらえるはずです。はい、なんで今忘れずにアラスカ航空のマイルをつけておきました。別に JAL のねJGC 持ってて、プライオリティサービスは受けれるんですけども、今回ビジネスクラス乗るんでね結局同じなんですよね。だったらアラスカマイル貯めておけば1万マイルあれば日本から台北とかまでね片道分ぐらいは多分取れると思うので、それめちゃくちゃお得ですよね。意外と知らない人が多いみたいなんですけど、キャセイパシフィックのビジネス乗るときはアラスカマイル、とりあえずそんな感じでもう淡々と行っちゃいましょう。どうせ1ヶ月以内にはまたバンコク、来るんでね、下手したら数週間で来ると思いますけど、ファストトラックの優先レーンがね両端にあるんですよ、空港の。でキャセイパシフィック今 S カウンターで正面から見ると右側だったんで非常に近いですね。ここから行っちゃったら超早いです。ということで保安検査出国審査秒で終わりました。ファストレーンも自動化ゲートの改札ができたんですね。これはちょっと初めて見ました。なんでファストレーンで自動化ゲート使うと相当早いってことですよ。とりあえずラウンジ行くんですけど、キャセイパシフィックのラウンジね何回か入ったんで、ちょっと最初に JAL のラウンジ行こうかな。桜ラウンジ入れるはずなんで、あとスワンナプーム空港ね、国際線タバコが吸えるようになりましたんで、ラウンジ、制限エリアで確か PP で入れるミラクルラウンジだったと思うかな。昔吸えたんですけど吸えなくなって今また吸えるようになったんですよ。であとご飯食べた後行こうかなと思います。ちょっと早くてまだやってないかも。クローズって書いてあるわ。朝の5時35分からだ。あと30分早いですね。ラウンジに行くために別のラウンジで時間潰そうかな。久しぶりになんかラウンジホッピングみたいなのやってるけど、あんまもうそんなに興味ないんですけどね、もうちょっと今お腹空いてるからね。久しぶりにスワンナプームのキャセイパシフィックラウンジ入るな。ここなんですけど、ここはね担々麺がね朝ないんですよね。香港行ってから食べればいいですけど。ということでラウンジ入りましたけど、勘違いしてました。朝でも担々麺ありましたわ。でこっちがワンタン麺、ちょっとややこしいですけど担々麺とワンタン麺ですね。あとエビシューマイでダイエットコーラもらってきました。ちょっと今回はですねたくさん食べると思います。先に言っときますわ。なんか食べ過ぎだよとかコメントくれる人いるんですけど、今日は食べますから、はい、先に言っときます。はい、香港の空港で食べようと思ってますけど、ここでも食べちゃいます。ここの方が麺が太いんですよ。香港の、キャセイのラウンジは細麺なんですよね。これはこれで美味しい。それでは桜ラウンジ行きましょう。それじゃあスワンナプームの桜ラウンジですね。入ります。はい、ラウンジ入りました。私しかいませんでした。一番乗りでした。何食べようかな。いろいろあるんですよね。おかずもまあまあありますね。バンバンジーとかオクラごまえ枝豆とか。それでは注文したカレーセットが来ました。お願いして牛丼を相掛けにしてほしいって言ったら皆さんやるみたいでやりますって言ってやってくれました。はい、うまそう。あとサラダがいいですね。素晴らしい。いやちょっともうこれ食べたら完全にお腹いっぱいになっちゃいますけど、まだビジネスクラスの食事あるんですけどね。そんな無理には食べないかもしれないけど、久しぶりになんか日本のカレー食べるな。でもチキンカレーなんですよね。JAL のビーフカレーの方が好きですけど、お茶も美味しい。この後のフライトなんですけど、スワンナプームから香港まで2時間半ぐらいじゃなかったかな、3時間なかった気がするんですけど、あっという間に着きますね。で香港からインチョンが3時間50分で4時間ぐらいあったんじゃないかな。なかったな、結構短いフライトなんですけど、一応機材はねエアバスの330だったはずです。変わってるかもしれない。そんな感じです。やっぱり桜ラウンジいいですね。スワンナプームのシンガポール航空のラウンジもすごい好きですけど、ここはいいっすわ。やっぱりダントツに食事がやっぱり日本人っていうのも合うんで、合うし美味しいし種類も多いし広いし、喫煙所がね復活してくれたら嬉しいんですけどね。昔ここタバコ吸えだと思うんですけど。それでは桜ラウンジを出たんですけど、今桜ラウンジの、スタッフの人に
タバコが吸えるね、プライオリティパスのラウンジ復活したって聞いてるんですけど、どこですかというのを聞きました。そしたら D の5番のミラクルラウンジが今このメインターミナルで唯一タバコが吸える場所みたいで、丁寧にねインフォメーションセンターに電話して確認してくれました。 JAL のスタッフさんが。ありがとうございます。なんで今から D の5番のゲートの前にあるラウンジに行きます。はい、それではこちらのラウンジですね。ミラクルラウンジです。で今確認しました。タバコ吸えるそうです。はい、書いてありますね。スモーキングエリア復活してくれて嬉しいわ。この外でね昔吸えたんですよ。そうそう、懐かしい。こんな感じですね。はい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 、ここでねタバコ吸えるんですよ。ちょっとここ濡れるんかな、雨で。いや広いですね。これめちゃくちゃいいわここ最高ですね。誰もいなかったね。ここ座ろう。喫煙者の方はめちゃくちゃ嬉しい情報だと思うので、スワンナプーム、しかもプライオリティパスで入れるラウンジなんでね、で多分ね、おそらくこのラウンジがまた復活したということは、もともとラウンジの中で吸えた JAL の桜ラウンジとかオマーン航空のラウンジとか、その辺も復活するんじゃないかな。そんな気がする。もうちょっと時間はかかるかもしれないけど、いやいい方向ですね。はい、それじゃあゲートに向かいます。ちょうどいい時間ですね。あと20分ぐらいだと思います、搭乗まで。こちら G の3番ゲートでキャセイパシフィック CX700 便の香港行きです。出発は8時10分ですけど、搭乗開始は7時半となっておりました。すでに飛行機は止まってますけど、こちらですね、330でしょうか、多分そうですね。朝なので ANA の飛行機が止まってますね。ちょうど離陸していくのもあります。ということでキャセイパシフィックは待合の場所もね区切られてるんですよね。ビジネスクラスとステータス持ってる人は前の方で待つようになっております。ビジネスクラス、多分ね JGC だけじゃここ入れないんじゃないかな。ビジネスクラスに乗るかエメラルド持ってるかじゃないかな。違うかな。別にどこに座ってもいいんですけどね、エコノミーの人がいっぱいになって椅子が足りないっていう時、立ってなくてもいいっていうのがあるんだと思いますけどね。確かにこれだと優先搭乗の時にステータスなくてもね紛れ込んで入ってきちゃう人とか防げれますよね。ビジネスの人とかが先に乗った後に入れるようにしていれば、そういう意味合いもあるんでしょうね。それでは搭乗開始です。Thank you. Good morning. 60. Good morning. こういう感じ。ヘリボーンってやつですかね。ここだ 16A です。ということで機内に入りました。前乗ったやつと同じですね。結構年季が入ってるっちゃ入ってるやつで、モニターはこういうタイプ。足元は広いですよ。全然3時間ぐらいの移動でこれはもう十分すぎると思いますけど、多分ね香港からインチョンもこれだと思うんだよな。で今お水がエビアンが1本置いてあって、いいですね。はい、窓3つ分っていう感じでしょうか。特に説明することはそんなないんですけど、コンセントがここにあったりとか USB があったりとかで、これメニュー表ですね。多分朝ごはんのメニューでしょう。ブレイクファストメニューですね。朝ごはんメニューですね。すごいシンプルな気がする。トゥースタートメイン 3つだけだな。フレッシュフルーツ、ヨーグルト、チーズオムレツとか、ヌードルもあるか。朝からお酒は飲み放題です。ワインも、これシャンパンかな。シャンパン、白ワイン、赤ワイン、デザートワインまであります。各種カクテルとかビールとかウイスキーなんかもありまして、ジュースはオレンジ、アップル、トマト、ココナッツウォーター、コーラ、ゼロコーラ、スプライトなどなど、炭酸水にしましょうね。機材はエアバス330の
ダッシュ300でしたね。かなり熱々のすごい熱いわ、おしぼりいただきました。久しぶりにこんな熱いのもらいましたね。ウェルカムドリンクいただきました。ちょっとこれ何かよくわかんないですオレンジかこれかでした。水なかったです。リンゴのような、あと生姜が効いてますね。ちょっと癖のあるやつでした。はい、ということで今食事のオーダーを、取りに来ましたんで、チーズオムレツか焼きそばでしたね。チーズオムレツか焼きそばだったんで、チーズオムレツを選びました。はい、もうドアも閉まって間もなく出発です。早いですね。結構パリパリです。もうブリッジも外されましたね。我哋亦有提供2歲以下嘅兒童專用安全帶。Flight time from Bangkok to Hong Kong looking at 2 hours and 16 minutes. And the weather forecast unfolded. Cabin crew, please prepare door for departure and cross check. Cabin crew, please take off checks, please. ちなみにこの便のビジネスクラスは9割ぐらいですかね。満席ではないですけど、ちょっと空いてる席あるかな。でもほぼほぼ埋まっております。やっぱりこの短い区間でもね、結構香港人の人たちメインだと思うんですけど、皆さん乗りますね、ビジネスクラスね。この飛行機多分半分いかないぐらいまでビジネスクラスなんですけど、埋まっております。それで今離陸して30分ぐらいで機内食が出てきまして、でオーダーしたチーズオムレツ、これベーコンとかポテトですね。朝ごはんメニューです。で紅茶と炭酸水でヨーグルト、明治のヨーグルトですねとフルーツです。であとパンとバターはこの後持ってくるんだと思います。はい、これこんな感じですね。非常にシンプルです。よくある機内食のオムレツの味って感じでしょうか。全然味は美味しいですよ。であと今パンを置かれました。クロワッサンとデニッシュかな。一応あったかいです。でジャムも置いてきましたけど、バターはねここにありましたね。はい、こんな感じです。すいません、説明が雑で。多分ねインチョン行くやつの方が韓国飯とかあるんだと思いますけど、さっきねやっぱラウンジで担々麺食ってワンタン麺も食べてカレーも食べましたからね。やっぱ以前より
胃が小さくなってるのか結構今お腹いっぱいすぎてちょっとこれ多分全部食べれないですね。今トイレに来たんですけどこんな感じですね。アメニティとかはないんじゃないかな。あるんかな。多分ないですね。はい。そんな長い距離の飛行機じゃないんで多分長距離だとあると思いますけどこんな感じでした。ビジネスクラスのお手洗いは結構広めがね感じなんで素晴らしいです。綺麗です。飛行機自体は古いとは思うんですけどね、トイレは綺麗ですね。Great visibility, few clouds, and the temperature of 28 degrees Celsius. 10 in the morning. So once again, on behalf of Cathay Pacific, Into the upright position, fasten your seat belts, store your table, store your hand baggage. Welcome to our home, Hong Kong. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead compartments as items inside may fall out. Please also check that you have all your personal belongings before leaving. ということで香港空港着陸しまして、この後2時間後かな、今から乗り継ぎの審査をと検査をして、そんな時間はかかんないと思いますけど、香港なら、余裕があればちょっとラウンジ行きましょうか。淡々とそんな長い時間でもないんでね、乗り継ぎ時間がサクッといけると思います。はい、それでは香港に着きました。トランスファーの方に進みます。自分はこの香港乗り継ぎ結構好きなんですけどね。このまままっすぐかな。ということで乗り継ぎの保安検査と審査終わりました。空いてたんでね、もう1分ぐらいで終わりました。楽ですね。これ中国だとちょっと面倒くさいところあるとは思うんですけども、さすが香港ですね。ちょっとラウンジに行く前に喫煙所に行こうと思います。こちらの2階のね、あそこが喫煙所なんですよね。他にもありますけど、でも数は前より減りましたんでね。コンコースとかゲートの近くに今まで喫煙ルームがあったんですけどね、それもなくなっちゃったんで、ちょっと歩いて公園の方に行かないといけないですね。公園が工事中ですね。ただ入り口はこっちにあるみたいです。いっぱいいろんなとこ工事してますね、この香港空港。こちらが喫煙所です。中央にあるこの動く歩道も今工事中ですね。今あれなのかな、ここのキャセイパシフィックの一番豪華で綺麗な広い方のラウンジ閉まってるんだ。確か7月に来た時も俺同じことやったような気がするな。ずっと改装中なんですかね。ファーストクラスとエメラルドの方のラウンジはやってるんですけど、ビジネスクラスとね、サファイアの、人たちのやつはないんですね。コンコースの隅っこの方に行かないと。すいません、今だけかもしれませんけど、動画が公開された頃は変わってるかもしれませんけど、自分はいつもなんかコンコースの方のキャセイのラウンジばっかり行ってる気がするな。なんかメインの方いつもなんか行けないな。そんな気がするけど、でも別に担々麺とかありますし
いいんですけど。よし、着きました。結局食べちゃいますよね、担々麺。はい、あと酢豚とかシューマイとかもあったんで食べちゃいます。いかんな、食べ過ぎてる。まあでも今日は食べると決めた日なんで食べます。これは炭酸水ですね。というか他の人にね、食べ過ぎなうんぬんってありがたく聞いておきますけど、言われる筋合いはないですよそれ言うといちいちまたお前はいつもなんだって騒ぐ人がいそうですけど、僕の人生だし僕のチャンネルなんで、はい、体には気をつけますけどね。いただきます。やっぱりスワンナプームのやつより香港空港の方が味が全然違う。美味しい。これは酢豚ですかね。すいません、我慢できなかったです。ダッツもらっちゃいましたダッツ2個くらい本当は食べたいけど我慢しとこう。1個で多分飛行機の中でもしかしたらね出るかもしれないけど、すごいいいですよね。もう担々麺食べた後ダッツってめちゃくちゃ贅沢な、僕2つとも超大好きなやつなんで、なんか一人でちょっとニコニコして食べてて気持ち悪いおじさんです。すいません。それではラウンジに出ました。もうゲートの前で待ってようと思います。それで次は1番ゲートから CX418 便かなでソウルインチョン行きの飛行機です。機材は先ほどと同じくエアバス330ですね。ちょっと変わり映えしなくて申し訳ないですけど、2連続で同じ機材350とかだったら面白かったんですけど、もうあと10分ぐらいで搭乗開始ですね。すごい、これ毎回すごいと思いますね。それでは2本目のキャセイパシフィックインチョンまで行きましょう。17の K です。ここですね。全く同じですね、先ほどと。はい、エビアンも同じです。それで今ウェルカムドリンクいただきました。さっきはねこういうこだわったやつなんかなかったんだけど今はありましたね。これキウイとココナッツウォーターのキャセイパシフィックがなんか推してるやつですよねこれもらいました。いただきます。 Hello everyone.It is a safety requirement that all hand carry. それでビジネスクラス専用のメニュー表が2つありますね。さっきは1個だったんですけど、インチョンまでの方がちょっと距離があるんで飲み物の種類が多いっていうパターンですね。お酒が多いっていうだけで私には全然関係ないんですけどね。それで機内食の、メニューなんですけと、メイン、これ香港料理の多分チキン鶏肉料理ですね。多分豆腐と鶏肉のなんちゃらってやつだと思います。で真ん中のやつがちょっと見えづらいと思いますけど、魚の多分ムニエルみたいなやつかな。サラダとか前菜、チーズ、デザート、フルーツで、ハーゲンダッツですね。これね、そんな感じです。ということで今ボーディングコンプリートと言っておりましたので、ドアも閉まりました。早いですね。今日のキャセイパシフィックね、バンコクからなんかずっとパリパリモードですね。遅れもしてないですし、すごい早い気がしますね。はい、先ほどと同じくおしぼりもらいました。これは熱々じゃないです。I would like to welcome you on board 67418, a one world flight to Seoul. This flight is operated in conjunction with Qatar Airways. To our members, it's a pleasure to see you again. Important to us. So please take a few minutes to watch the following video as we present the safety features of this aircraft. 離境安全對我哋嚟講， Your seatbelt fastens and unfastens like this. 請依指示扣好。今日の香港はすごいガスってるというか、もやがかかってて全然なんか景色が上空からもあんま見れなかったですね。雨は降ってないんですけど、もうあれですかね、大気汚染のあれが来てるんですかね。
内サービスが始まるみたいですね。テーブルクロスが引かれました。それでは最初に頼んだ炭酸水とナッツが来ました。食事が始まりまして、今前菜が来ましたね。アスパラと生ハムプロシュートだそうです。あとサラダですね。かなりおしゃれでちゃんとしてるというか、アスパラもすごいでかいですし、生ハムもすごい美味しいです。あとサラダも新鮮で美味しいですね。バルサミコオリーブオイル大好きなんで味付け最高ですね。で今メインの食事が来ました。これ香港スタイルの、鶏肉の料理で、野菜も結構いっぱいあるし、なんかこのなめしって書いてありましたけど、私の地元東三河でもよくなめし田楽とかあるんですけど、大根の葉っぱとご飯が混ざったやつ、それとちょっと似てる感じなんですかね。これは初めて見ました。これ香港スタイルらしいです。めちゃめちゃ美味しい。このなめしもね、日本のお米よりかはちょっとパサッとしてるんですけど、なんだろうね、うっすら塩味がついてるだけで、本当に日本のなめしご飯に似てる感じですね。癖もなくて美味しい。でこの鶏肉も私の嫌いな八角が入ってたらどうしようかなと思ったんですけど、全然八角入ってなくて、ちょっと辛いけどなんかホイコーローの味みたいなの味付けですね。でこの、アスパラかと思ったんですけど、これキュウリですね。中華料理よく、日本だとキュウリは生で食べること多いですけど、中華系は炒め物とかスープとかに入ってて、自分も結構好きなんですよ。火が通ったキュウリ、皆さん家で作ってみてください。炒め物にキュウリ入れるとめっちゃうまいですよ。食べ進めてて分かったんですけど、下の方にはねちょっと油で揚げてある湯葉が入ってましたね。この湯葉もすごい美味しいですね。最後デザートでハーゲンダッツもらいました。フルーツとかチーズとかもあったんですけど、ちょっともう断りました。でこれ抹茶ですね。抹茶かクッキーバニラかチョコかバニラかだったかな、4種類ぐらいありましたね。Product Quality Management Service with a health certificate attached. Welcome to Seoul.
For your safety, please remain seated with the seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. ということでインチョン空港第1ターミナルに到着しました。この後ねイミグレーションを受けてそのまますぐにホテルに移動したいと思います。空港近くのいつも泊まってるねホテルに行くんですけど、そこまでちょっとお届けしたいと思います。第1ターミナルなんでイミグレーションが結構混むかもしれないですね。ということで韓国入国終わりました。秒で終わりました。すごい空いてた。ラッキーでしたね。第1ターミナルはもうめっちゃ混むってイメージだったんですけど、はい、荷物ももう受け取りましたんで、一旦ちょっとホテルに移動します。ということで空港近くの雲蘇という町に来ました。もうここ何回もねここ最近でも動画にしてますけど、こちらのホテルですね、デイズホテル&スイーツで、ここが1泊今日6500円ぐらい取れました。安いですね。こちらのホテルはね、ホテルの敷地の中に CU もあるしお店もあるんですよ。でタクシーもバンバン止まってるんで、朝早い出発でもかなり便利なんですよね。はい、ちょっともう先に部屋に行きましょう。ということで部屋入りました。こんな感じです。はい、洗濯機もあるし、ミニキッチンもあって、前もね軽く紹介したんでこれぐらいにしときますけど、はい、ここおすすめですね。高い日もあるんですよね。1万円ぐらいしちゃう時もあるんですけど、日によっては6500円とかであるんでおすすめです。はい、それでちょっと食べ過ぎなんですけど、せっかく韓国に来たんでちょっとなんか韓国っぽいものを1回は食べときたいと思って、明日ねすぐ朝早くにもう空港行っちゃうんでね、ちょっと今から軽く飯を食べに行こうと思います。今チェックインしたホテルこれなんですが、今雨降ってて、韓国はこう交差点に大きい傘みたいになのあるんで濡れなくていいですよね。毎回ここのスンドゥブ屋さんに来てるんですいません、ネタが変わり映えなくてすいません。どうしても食べたい。はい、来ました。これですよ、これ最高。それで部屋に戻ってね、今シャワーまで浴びたんですけど、で冒頭も言いましたけどね、今回は前回7月に乗ったキャセイパシフィックの激安ビジネスクラスのチケットのね、帰りの分をちょっと消化して、たまたまねタイミングよく利用できたんで、それで韓国、インチョンまでですね移動してきました。こんなこと言ったらね贅沢だって言って怒られるかもしれないですけど、ビジネスクラスね連続で1日に何本か乗ると本当に太るなと思いますね。もうずーっと食べてばっか、ラウンジもそうだし食べなきゃいいじゃんって話なんですが、ちょっと動画的にっていうのもあるし、皆さん多分そう言って食べる人多いと思うんですけど、せっかく出てくる食事ねビジネスクラスだからみたいな感じで、それが結構やばいんじゃないかなっていうのは改めてね思いましたね。特に私は今年ビジネスクラス世界一周やった時も相当食べてましたんで、食べて飲んでね、これは良くないなと思いつつ、でもビジネスクラスの移動はやっぱり楽ですね。快適でした。多少機材が古くてシートもね最新じゃなくてもビジネスクラスですからね。エコノミーとは全然短距離でもやっぱ乗れば乗るだけねすごい楽だなとは思いますし、たとえねこのアジアの移動の短いといっても5時間ぐらいかトータル直行でもね、それで、乗れるのはやっぱり楽といえば楽だなというふうに思いますけどね。ただこれに慣れてしまうとね厳しい移動なかなかできなくなってくるんで、エコノミーの良さっていうのはもちろんありますから、はい、なのでねチケットの消化でとりあえずインチョンに来たんで、ここに来てしまえばね日本に帰るにはめちゃくちゃ近いですし簡単ですし、チケットも安いし、行き先よりどりみどりって感じなんで、このまま愛知に帰ってもいいんですけど、ちょっと寄り道してからね次回帰ろうかと思いますんで、日本には入国するんですけど、ちょっと違うところで愛知じゃないところに入ってから帰る感じで行こうと思います。一旦動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。